はい、それではシングルプッシュプル切り替え式 6L6 アンプの製作第1回目スタートしたいと思います。今回はですね、このシリーズのコンセプト、それから PK 反転回路による、プッシュプルアンプの実装の様子を、ご覧いただきたいと思います。まずですね、コンセプトなんですけれども、今まで、このチャンネルでご紹介してきたアンプはいずれも、シングルアンプの制作の様子になります。で、いつかプッシュプルアンプに挑戦したいなというふうに思ってましたので、今回そのプッシュプルアンプに挑戦というところをご覧いただこうかなというふうに思います。で、それに際してですね、プッシュプルアンプにまつわるいろいろな原理について勉強していきたいと思ってますし、それから代表的な回路、先ほどもあまり聞いたことのない PK 反転回路みたいな名前がありましたけれども、代表的な回路がいくつかあるようですので、それについて学びながら特徴というものを知っていきたいというふうに思います。そしてですね、シングルアンプとプッシュプルアンプ、果たして出音に違いがあるのかどうかというところも聞き比べていきたいなということですので、今回シングルプッシュプル切り替え式、聞き比べのできる切り替え式の 6L6 アンプというものを作っていきたいというふうに思い立った次第であります。ではまずですね、プッシュプル回路の原理なんですけれども、非常に簡単に言ってしまいますと、入力の信号がありまして、この入力の信号をそのままのものと、全く正負を逆にした反転したものというものを用意します。そしてそれぞれをシングルアンプに入れます。ここはもう非常に普通のシングルアンプなんですけれども、普通はこのシングルアンプ、例えば LR ステレオですと、それぞれ出力トランスというものを持っている、つながっているはずなんですけれども、この2つのシングルアンプを1つのトランスで受け取ると。このトランスがまた特徴的でして、真ん中に B 電源がありまして、上側に、上側のシングルアンプ、下側に、下側のシングルアンプというようなつながり方をしてまして、こうしますと出力がですね、この上側のシングルアンプの出力引くことの下側のシングルアンプの出力ということになりまして、おおよそ倍のですね、同じ波形で、位相が全く180度逆ということであれば、おおよそ倍の信号出力が得られるというような原理になっています。そしてですね、このプッシュプルアンプ、いくつかの類型がありまして、まず A 級と呼ばれるものなんですけれども、これはこのシングルアンプがですね、よく私たちが今まで作ってきた普通のシングルアンプと同じで、プラス方向、マイナス方向、上下対称、ここで点対称にですね、きれいに上下対称で、波形を作るもの、それの全く位相が反転したものを、下半分の真空管で作る。それを上引く下で合成して、出力波形にするという類のものです。引き続きまして AB 級と呼ばれるものがあるんですけれども、これは何やらここちょっと波形がなまったような状態になってますけれども、上側の真空管はですね、この正の部分はしっかり頑張りますと。入力されてきた信号をきれいに増幅しようと頑張るんですけれども、この負側の方は怠けるといったらちょっと言い方変ですけれども、あまり真面目にきれいには再現しないというふうになっています。一方下側はですね、この上側の真空管が頑張っているところで、ちょっとまた怠けると言ったら変なんですけども、あまり頑張らずに、上側の真空管が頑張らなかったところをしっかり頑張ると。で、この2つを上引く下で合成して、綺麗な入力波形と同じ波形を作り出すというタイプのものになっています。そして、B 級と呼ばれるものがありまして、もうこれはもっと顕著でありまして、上側の真空管はこの正の電圧の方はしっかり頑張るんですけども、負側の方はもう一切頑張りません。もうほとんど何も仕事をしない。一方ですね、この下側の真空管は上側の真空管が頑張ってる間は全く仕事をせずに、上側の真空管が仕事をしてないところでしっかり頑張る。
で、これで上引く下で合成してやりますと、やはり、入力波形と同じような綺麗な波形が得られるというようなこの3つのタイプですね。A 級、AB 級、B 級と。AB 級は A 級寄りのものと B 級寄りのものがありまして、1位には決めることができないんですけども、大きくこの3つの類型に分けることができます。この A 級と B 級の違いについてはですね、もう少し勉強しましたので、そのところ後半で、お話ししたいというふうに思いますけれども、まず簡単に言ってしまいますとですね、A 級と B 級は、動作点、無信号時にかけるバイアスの値が大きく異なります。A 級の場合はですね、無信号時のバイアス、これ例えばマイナス 20V に置いてますけれども、ここに置いた結果、プラスマイナス 20V、きれいにグリッドをスイングすることができるんですけれども、B 級の場合はですね、もっともっと深くバイアスをかけます。例えばこれですと、マイナス 60V に、設定しているんですけれども、こうなりますと、プラスの方には思いっきりグリッドをスイングすることができるんですけれども、マイナスの方向にはもうほぼ触れないというか、振っても何も起こらない。もうここから先は全くプレート電流が流れないというような状況になりますというようなことが先ほどの、上下きれいに対照的な波形を作れる A 級の動作と、片側しか出力が生み出せない B 級の動作、につながっているということが言えると思います。はい。ということで、プッシュプルアンプはですね、A 級、AB 級、B 級というふうにあるんですけれども、B 級なんかにしていきますと、どんどんこう、たくさんの電力が取り出せるんですね。つまり、プッシュプル回路にする、プッシュプルアンプにしますと、大電力を取り出す、余地がある、どういう類型を選ぶかにもよるんですけれども、取り出そうと思えば、非常に大きな電力を取り出すことができる。いう、特徴があります。性能、メリットがあります。ただですね、ホームオーディオで使う場合はですね、あまり B 級というものは選択せずに、普通 A 級を選びます。それでもですね、A 級にすることによって、もちろん真空管を倍の本数使っているからということもあるんですけれども、シングルアンプの倍の出力を取り出すことができるということで、結論として大出力を取り出すことができると、そういう余地があるというふうなことは言えると思います。それからですね、もう一つの特徴として、こういう入力信号が入ってきたとして、アンプの中で、何らかの原因で、特に例えばハムノイズとかもあると思うんですけども、信号にノイズが乗ってしまいましたというときにですね、このノイズはですね、この入力信号そのままの波形と反転した波形両方に乗りますので、最後のこの出力トランスのところで上引く下の作用が働きますので、結局最終的な出力トランスの虹側にはそのノイズは打ち消し合って出てこないということになりますので、これまとめますと、アンプの内部で信号に乗っかってしまったノイズというものをキャンセルすることができる、非常にノイズに強いアンプを作ることができるというふうに言えるんじゃないかと思います。それからですね、プッシュプルアンプの出力トランスというのは、シングルアンプの出力トランスと違って非常に特徴的です。まず、こちらご覧いただいているのはシングルアンプの出力トランスなんですけれども、シングルアンプというのはですね、無信号状態でもずっとかなりな量のプレート電流が流れています。直流の電流が流れていますので、そこで、磁力が発生します。磁力線が発生します。その発生した磁力線、直流磁化というんですけども、これでトランスが飽和してしまうとですね、そこからさらに、追加で磁力線を発生させたり減らしたりということで、交流の信号を生み出したいんですけれども、飽和してしまったのではさらに追加の磁力線というのを発生させることができませんので、この状態、無信号状態で飽和させるわけにはいけません。
そのためにどういうふうな対策を取るかというと、一つはこの鉄心の部分を大きく重くしてですね、鉄をたっぷり使って、巨大化させることでなかなか飽和しにくい、この直流磁化で飽和しにくいトランスを作る。それからですね、本来トランスというのはこの1次側で発生した電力を2次側に効率よくトランスファー、コピーしたいわけなんですけれども、その性能をあえて悪くするように、つまり別の言い方をしますと、インダクタンスを低下させる方向でですね、そのやり方として代表的なのはエアギャップといって、1次側と2次側の間に、空気の溝を設けてしまうと。これでですね、トランスとして本来求められている1次側から2次側への、電力の転送の能力は落ちてしまうんですけれども、直流磁化による飽和は防げるということで、少し、出力トランスを大きくしたり性能をあえて悪くしたりということで、シングルアンプを作る上で出力トランスというのはなかなか難しい問題を抱えているというふうなことが言えると思います。一方ですね、プッシュプルの出力トランスというのは、真ん中から B 電源の電圧がかかってきて、上側の真空管に、その直流が流れます。無信号時のプレート電流が流れます。また下側に下側真空管の無信号時のプレート電流が流れます。ということで、逆方向のですね直流磁化が発生して、これ全体で見てやりますと、トランス全体としては、全く、直流磁化が発生していない状況と同じと見ることができる。ということなので、飽和をするとか直流磁化で飽和をするというような懸念をする必要がないいうことからしてですね、非常にトランスを小型化したり、トランス元々の要件であるこの1次側から2次側への電力の転送能力ですね、インダクタンスを高く取るというようなことで高性能なトランスを作るということが積極的にできるというふうになっていまして、こういう3つの特徴、大電力を取り出す余地があるとか、それからアンプの内部で発生したノイズをキャンセルすることができる、それから出力トランスを小型化したり高性能化することができる、こういう特徴を並べますと、いいことずくめなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そうは問屋が下ろしませんで、いくつか制約もありまして、その代表的なものとして、出力トランスですね、これ今回私が使うゼネラルトランスさんで販売している、プッシュプル向けの出力トランスなんですけれども、ここにですね、アンバランス分 5mAマックスですと書いてます。つまり、先ほどの絵でありましたこの上側の真空管に流れる直流電流と下側の真空管に流れる直流電流の差がですね、5mA以内を想定してますよ、それ以上は困りますよということでもともと作られていると。で、別の言い方をすると、残存直流はほとんどない前提で作ってますよということですから、設計して、製造していくにあたってですね、上側のプレート電流と下側のプレート電流がかなり精密に揃っている必要がある。これをですね、下層土の下にぶら下がった抵抗で、バイアス電圧を作る場合は、そこの下層土の下にぶら下がった抵抗器に流れる電流がですね、非常に厳密に揃っている必要があるということで、設計やその作るときに、少しデリケートな部分があるんだなということが勉強していて分かりました。はい、ということでですね、ざっと作ってみました回路がご覧のようになっています。それぞれの部分どうしてそういう値にしたのかというところについては、おいおい、ご紹介していきたいというふうに思うんですけれども、まずですね、この全体の回路図を大きく3つの部分に分けることができます。
最初の部分はですね、非常に見慣れた抵抗負荷の電圧増幅部ですね。今回は 6SN7 という総三極管を使ってやってみようかなというふうに思っています。その理由もまた後ほどご紹介したいと思うんですけれども、一番最初の真空管のパートは、抵抗負荷の電圧増幅部。そこの後ろにですね、PK 分割位相反転回路というものがありまして、これは、この電圧増幅部でできた信号を、そのままの位相のものと180度反転したものを作る、ための回路になっています。そして、そのままの信号と反転した信号、それをですね、2つのシングルアンプ、に流し込んで、電力増幅して、出てきたものをプッシュプル用の出力トランスでまたもう一度ひとまとめにして2次側のスピーカーに送り込むということで、このプッシュプルの、電力増幅部というのはこの真ん中部分で上下パタンとひっくり返したような、綺麗な線対称になっているというところが、特徴的かなというふうに思います。それではですね、まずこの聞き慣れない、少なくとも私にはちょっと聞き慣れなかった PK 分割位相反転回路について勉強しましたので、その部分、ご紹介していきたいというふうに思います。はい、この PK 分割位相反転回路をご説明する前に、普通の、電圧増幅回路についてもう一回復習してみたいと思います。この普通の電圧増幅回路というのはですね、カソードの下に、バイアス電圧を作るための抵抗と、今まであまり気にしたことなかったんですけれども、なぜかその隣に必ず並列で、電解コンデンサーがついていました。そして、無信号状態でもですね、必ずこの B 電源から一定の電流が流れ込んできます。それはですね、このバイアス抵抗を作るためにどうしても必要になるわけなんですけれども、この電流というのはですね、直流電流は、このカソードの下にぶら下がっている抵抗に流れ込むことによって、ここで電圧効果を発生して、ある程度の電位を生み出して、それが、このグリッドとの電位差になってバイアス電圧になるという仕組みだったんですけれども、そこに、グリッドのところに交流が入ってきますと、グリッドが交流的に電圧が触れることによって、いろいろなところの電流がプラスマイナス方向に触れていきます。で、その交流的に触れた電流というのはですね、このカソードから下の部分で、このカソードの下にぶら下がった抵抗に行くのかなと思いきやですね、交流成分というのはこのコンデンサーの方に全部流れていきますということなので、直流は抵抗、交流はコンデンサーというふうになりますと、この抵抗のところに流れるのはずーっと直流成分ということで、ここに生じる電圧効果もずーっと同じ量の電圧効果。そのおかげでですね、ここに発生する電圧はずっと一定なので、ずっとこのバイアス電圧も一定に保たれるという効果があります。この現象を生み出すためにどうしても欠かせないのが、この、カソードの下にぶら下がっている抵抗の横に並列に接続されたコンデンサーですね。交流的な電流というのは、カソードを通過して下に降りてきますと、このコンデンサーの方を流れてしまうということで、抵抗のところにはずっと直流成分だけが流れ続けることができるというふうな仕組みになっています。一方ですね、この PK 分割位相反転回路は、ここにコンデンサーがありませんので、もうお気づきと思いますけれども、電圧、グリッドにある何か交流的な電圧がかかってきますと、この真空管で全体で、電流の流れる量が変わってくるんですけれども、その変わってきた交流的な電流の変化というものも、すべてカソードの下のこの抵抗に流れ込むことになりますので、そうするとどうしても、このカソード直下の電圧も、交流的に、揺れ動くということになります。この、カソードの下にぶら下がっている抵抗に流れる電流が増えれば、当然電圧効果が大きくなって、ここの電位も高くなる。
電流の量が減れば電圧効果が小さくなって電位も低くなるというふうなことになります。一方ですね、別の観点ですけれども、このプレートの部分も、流れる電流が変わりますと、ここの B 電源の次にぶら下がっている負荷抵抗、ここに流れる電流の量が変わるということですから、この負荷抵抗で発生する電圧効果も交流的に変動してきます。流れる電流が増えると電圧効果は大きくなる。電圧効果が大きくなると、B 電源引くここの電圧効果分がプレート電圧になりますから、プレート電圧というのは下がる方向に作用しますね。そして、ここを流れる電流が減りますと、ここの電圧効果が小さくなると。ここの電圧効果が小さくなりますと、B 電源引くここの電圧効果がプレート電圧ということになりますから、プレート電圧は高くなるということになりますと、何やらここのですね、カソード直下の電圧は、入力信号と同じ位相で、揺れ動いているんですけれども、プレート部分の電圧は入力された、信号と逆の位相で揺れ動くということがなんとなく見て取れるということになります。そこでですね、このプレート部分、それからカソード直下の部分にコンデンサをつなぎまして、直流的な電圧を取り除いてやりますと、きれいな交流として、電圧が取り出すことができまして、しかもそれが、きれいに180度位相が反転している状態。さらになんですけれども、この負荷抵抗の値とカソードの下にぶら下がった抵抗の値を同じにしてやるとですね、不思議なことに、取り出せる電圧の大きさも同じものが取り出せる。しかも位相はきれいに反転しているということで、全く位相が反転した振幅は全く同じ。電圧というものを取り出すことができるということで、この PK 分割位相反転回路というのは、普通の電圧増幅回路のここについていたコンデンサーを外してやることで、こんな面白いことが生じるんだなということを知ることができました。ではですね、この PK 分割位相反転回路を実際に設計していきたいんですけれども、まずですね、信号が入ってきた最初の電圧増幅部、ここの部分を設計していきたいというふうに思います。電圧増幅部ですね、制約条件としては、控えめな録音ですね。例えばプラスマイナス 1V ぐらいで録音されたような音源がつながってもですね、最終的に、電力増幅部、今回は 6L6 を使います。6L6 のティピカルオペレーションは、バイアス電圧がマイナス 20V ぐらいですから、プラスマイナス 20V ぐらいスイングしたいですねというふうになります。そして、ここご覧いただきます通り、初段の電圧増幅部と次の位相反転回路はコンデンサーを使わない直結型の結合になっていますと。なので、あまりここのプレート電圧が高いとですね、ここがですね、またさらにプレート電圧を高くしていかないといけないということで、いろいろ多分設計が難しくなってくるだろうということが推測できますので、できる限り、最初のこの電圧増幅部のプレートの電圧っていうのは低めで動くと嬉しいなというところが制約条件としてあります。それからですね、ここの負荷抵抗は、昔の取扱説明書などを見てみますと、規格書を見てみますと、あんまり500キロオーム以上という例も見たことがないですし、100キロオーム以下というのも見たことがないので、100キロオームから500キロオームぐらいの間に入るように収めたいなというところも制約条件として入ってきます。そういったことを考えながら、今回この 6SN7 という相三極管の片割れを使って、ロードライン引いてみますと、まず B 電源を 250V にしますね。そしてプレート電圧を 77V、そこから、バイアス電圧が 3V かかってますので、プレート部分は 80V。
いうことです。ここに、その無信号時のバッテンマークを書きますと、プレート電流無信号時 1.2mA ということになりまして、ここで 3V を作るために 1.2mA 流れて 3V を作るために、仮想度の下には 2.5kΩ の抵抗をぶら下げますね。そして、全体としましては、この 250V とこのY 軸の切片ですね 1.8mA を結んだこの線の傾きを求めてみますと 140kΩ ということが分かりますので、まとめますとB 電源 250V プレート電圧 77V バイアスマイナス 3V、無信号時のプレート電流が 1.2mA で仮想度の下に 2.5kΩ ぶら下げて負荷抵抗 140kΩ という風にしてやりますと、グリッドをプラスマイナス 1V スイングしてやるとちょっと残念ながら足りない気味なんですけれども、本当は 40V ピークトゥピークぐらい欲しかったんですけれども、少しギリ足りない感じで 35V ピークトゥピークの出力が得られると。だいたい増幅率に直すと 17.5 倍の増幅率ということが設計ができました。はいですね、このロードラインのここのところちょっとごちゃごちゃして細かくなってますので、それを少し拡大したものがこちらになります。本当はですね40V ぐらいピークトゥピークで欲しかったんですけど、ちょっと足りないかなということなんですけれども、引き続き、PK 分割位相反転回路の設計に移っていきたいというふうに思います。はい、PK 分割位相反転回路ですけれども、まず一番最初にするのはこの回路の B 電源の電圧を決めます。これはですねできるだけ大きい方がいいんですけれども、その理由は後ほどまたお話ししますけれども、今回ですねここに引き続く電力増幅部に対する B 電源との兼ね合いでですね、一番大きくとって 270V ぐらいだろうということで、まず 270V と決めます。そしてですね次に、バイアス電圧を決めるんですけれども、できればこの特性曲線のこの広々としたところの真ん中あたりを使いたいなと思いますと、4V とか 5V あたりが一番この、広いエリアの真ん中かなというふうに思いましたので、今回は、バイアス電圧を 4V にしまして、前段のですねプレート電圧が 80V、 そこから、4V 下がったところということで、この仮想度の部分は84V であってほしいというふうに考えます。そうしますとですね、ここの仮想度の下にぶら下がった抵抗で、間違いなく 84V の電圧効果が生じているわけでありまして、ここの抵抗値とここの抵抗値は同じ、そして流れる電流の量も同じということですから、ここでも 84V の電圧効果が起こっていると考えていいと思いますと。そうしますと B 電源が 270V で、ここで 84V 電圧効果しますから、このプレート部分の電圧というのは 270-84 で 186V というふうに予想できますと。そしてこのプレート部分が 186V、仮想度部分が 84V ですから、プレートと仮想度の間の電位差というのは 186-84 で 102V、いわゆるこれが特性曲線の X 軸に書き込む時のプレート電圧ということになるかと思いますので、102V で、しかもバイアス電圧がマイナス 4V というところにバッテンマークを書きますと、その時に、無信号時に流れる電流は特性曲線のこのグラフから 1.5mA というふうに読み取ることができます。無信号時の電流は 1.5mA、 これが B 電源から負荷抵抗を通ってプレート仮想度を通って仮想度下の抵抗を通ってグラウンドに流れていくというふうになります。ということでですね、最後、ここの負
負荷抵抗の値を求めなければいけないんですけども、求め方としては 2通りありまして、この 84V 作ると、その時に 1.5mA 流れているということで、84÷1.5mA ということで、56kΩだなというやり方もありますし、この特性曲線に書いたロードラインを見まして、270V で、この無信号時の動作点を通った線の、Y 切片を呼びますと 2.7mA ということで、270V ある2.4mA ですね。270V 割る 2.4mA、ただしですね、ここで出てくる負荷抵抗というのは、この B 電源の直下にぶら下がったものと下層度にぶら下がったものの和になってますので、1本あたりに直すためには2で割る必要があるということで、270V 割る 2.4mA 割る2ということで、1つ分の抵抗値としては 56kΩ。1つ目の計算式でも2つ目の計算式でも、同じような抵抗値が導出できるということになります。はい、それではですね、この位相反転回路の動作をもう少し詳しく見ていきたいと思います。まずですね、この電圧増幅部のグリッドに、仮に何か交流信号が入ってきてですね、その結果、この電圧増幅部のプレート部分が、無信号時の 80V を中心にプラスマイナス 10V で振幅したというふうに仮置きします。で、最初のこの振幅が正の方に触れていったピーク、90V になった時というのを考えてみます。そうしますと、ここが 90V ですから、この反転回路のグリッドの部分も 90V。そして、ここが 90V ということは、おおよそ 90V 付近にこの下層度の電位もあるはずで、90V 付近に下層度の電位があるということは、90割るこの 56kΩ ということで、1.6mA 近辺の電流がここに流れているだろうということが考えられます。そしてこの 56kΩ のところではですね、90V より若干下回るぐらいの電圧効果が発生しているだろうというふうに考えられます。で、ここの電圧効果とここの電圧効果は同じ値ですから、この負荷抵抗の部分も 90V を若干下回るぐらいの電圧効果が生じていて、B 電源が 270V ですから 270-90 ちょいボルトということになりますと、このプレートの部分が170数ボルト、175V から 180V ぐらいになるだろうと。そうしますと、ここが170数ボルト、ここが90数ボルトということですから、このプレートと下層度の間の電圧は84ボルト、80数ボルトということなんですけども、その80数ボルトのところでですね、もう一度ロードラインに当ててみますと、やはりぴったり1.6mA のところがありまして、そこの、バイアスの電圧を呼びますとマイナス 3V というふうに読めますので、ここのバイアス電圧がマイナス 3V だったとして、もう一回考えますと、ありとあらゆるところが辻褄が合ってくるということで、最初ここマイナス3としなくてですね、マイナス1でもマイナス2でもマイナス5でもいいんですけれども、1回2回この計算を繰り返していくと、バイアス電圧がマイナス 3V、90V で下層度が 93V というふうにしていくと、全体が非常に調和の取れた状態になるということが分かります。引き続いてですね、今度はこの電圧増幅部のプレート部分が正に触れた後1回0に戻って、今度マイナス 10V 分、負の方向に触れて 70V になった時というのを考えます。そうするとここは 70V になりますから、グリッドが 70V で、そうしますと反転回路の下層度の部分も 70V かそれを若干、上回るぐらいというふうな電圧になるだろうと想定されまして、70数ボルトと考えますと70数ボルト割る 56kΩ ということですから 1.3mA 前後ここに流れるんでしょう。そして
こでは、70数ボルト電圧効果が発生するんでしょう。でここの電圧効果と負荷抵抗の電圧効果は同じ値ですから、ここでも70数ボルト電圧効果が発生して270ボルト引く70数ボルトということで、この反転回路のプレート部分は190ボルトから200ボルトの間ぐらい、190数ボルトということになりまして、プレートとカソードの間の電位差は120ボルト近辺ということになりまして、120ボルト近辺でもう一回ロードラインに当ててみますと、やはり、この 1.3 ミリアンペアという数字が出てきまして、その時のグリッドの深さはマイナス 5.2 ボルトということで、ここが最初マイナス5と考えなくてもマイナス2でもマイナス3でもいいんですけれども、何回かぐるぐると計算をしているとマイナス5ボルトぐらいで全体が非常につじつまが合った状態に到達するということになります。ということで、このプラス10ボルトマイナス10ボルトに触れた状態というのをもう一回まとめてみますと、電圧増幅部の出力がですね、80ボルトという無信号状態を中心にプラスマイナス10ボルト、20ボルトピークトゥピークで振幅したときに、この反転回路のプレート部分、そしてカソード部分はおよそ18ボルトピークトゥピークで振幅するということが計算の結果分かりました。これはですね、実はこの PK、位相反転回路の下半分、カソードの部分は別名カソードフォロワーという名前で、広く一般的に知られた回路でございまして、このカソードフォロワーと、そしてこのプレート部分、全くそれの位相が逆、反転して同じ電位を出力する、抵抗負荷の電圧増幅回路、これらがセットになったものだというふうに理解することができます。そしてこのカソードフォロワーというものは、入力されたグリッドに入ってきた電圧とほぼ同じ電圧を出力します。正確には、増幅率割る増幅率プラス1ということで、1より若干小さい、増幅率になるんですけれども、今回の場合ですね、20ボルトピークトゥピークを入れて18ボルトピークトゥピークぐらい出ますので、約 0.9 倍の出力が得られるカソードフォロワーと、それの位相が反転した抵抗負荷の増幅器というのがセットになった PK 分割位相反転回路というものが出来上がったというふうに理解できます。ということで、こちらがですね、電圧増幅部が、プラスマイナス1ボルトの入力をしたときに、だいたい35ボルトぐらいのピークトゥピークが得られて、さらにこの位相反転回路で 0.9 倍ぐらいの出力になるということですから、トータルで32ボルトピークトゥピークということなので、本来欲しかった40ボルトにはだいぶ足りない8割ぐらいのスイングしかできないというようなことになりました。そしてですね、この PK 分割型のですね、位相反転回路の注意事項なんですけれども、もっともっとですね、入力信号が大きくなって、その結果、電圧増幅部の出力部分ですね、プレート部分の振幅も大きくなったとして、果たしてどこまで、この回路で、正常な反転動作ができるのかというのを調べてみました。ちょっと唐突なんですけれども、プラス50ボルト、プラスマイナス50ボルトの振幅がここで生じたとして、その正の振幅のところですね、130ボルトで検証をしてみますと、先ほどと同じような考え方で、ここのカソードの下の抵抗に流れる電流の量をおおよそ求めて、そしてここの電圧効果と同じ電圧効果が発生するとみなしてというふうなことをぐるぐる考えますと、ここのバイアス電圧がですね、およそ0ボルト、そして、プレートとカソードの間の電圧が10ボルトということで、もうだいぶこの特性曲線の左端に寄った状態になってしまってですね、これ以上プレート電圧を低くすることもできないですし、あまりここから
グリッドの電圧を正の方向に振るというのも、使い方としてどうかなというふうに思ってしまいますということなので、ここの電圧増幅部がプラスマイナス 50V になった時に、この反転回路というのはもういっぱいいっぱいで、それ以上大きい電圧が入力されても、なかなか期待通りの動作ができない状況に、陥ってしまっている状況になったなということが分かります。これをですね、別の言い方をしますと、この反転回路では、静止状態のこのプレートと下層度の電位差、それはいくらだったかと言いますと、もう少し前のスライドに言われますと、もともと 102V だったんですね。この 102V ピークトゥピークぐらいの出力がマックス得られる出力ということになります。この 102V、プレートと下層度の電圧の半分をプレート側が、そして半分を下層度側が使ってしまうと、だいたいここの電位差がゼロになってしまうと、ゼロにほど近くなってしまうということですので、プラスマイナスこの PK 電圧の半分、別の言い方をしますと、PK 電圧ボルトピークトゥピークぐらいが、で得られる電位差の最大値であるということになります。で、この回路を今回私が設計した回路ですと、プラスマイナス 50V が、すいません、50V ピークトゥピークぐらいが、最大の値ということになりますから、例えばここに引き続く真空管が、今回は 6L6 なんですけれども、例えば 2A3 ですとか 300B のようにもっともっとですね、グリッドを大きくスイングしなければならない、真空管を使ってきますと、ちょっとスイング力が足りないなと、ドライブ能力が足りないなということになってきて、PK 型の反転回路ではダメなんだな、別の、反転回路をここに持ってこなきゃいけないんだなというようなことになってくるということになります。今回は後ろが 6L6 ですので、これでも十分いけるんですけれども、もっと高段がですね、大きくグリッドをスイングしなければならない真空管を使った場合、どうもなかなかこの PK 型の反転回路というのは、ちょっとキャパシティ不足というか、能力不足というふうなことに直面してしまいかねないというような特徴があることが分かりました。はてさて、今回ですね、いろいろ計算していっても、最初の突破値のところですね、電圧増幅部の設計のところで、6L6 のグリッドを十分に振り切れないなということが露呈してしまったんですけれども、そもそもなんで今回 6SN7 という真空管を使ったのか。今までのですね、いろいろなアンプで私6SL7 という真空管を電圧増幅部、初段、前段に使うことがよくありました。この 6SL7 というのはですね、増幅率がたっぷり70倍取れまして、非常に使いやすい、双三極管として有名なものなんですけれども、若干ですね、内部抵抗、プレート抵抗が大きいというのが、たまに傷なところがあるんですね。でこれとですね、兄弟管というかですね、ほとんど同じ形をしてまして、双三極管で 6SN7 というものがあります。これはですね、規格表的には、最大で20倍の増幅率が得られる。そして内部抵抗はかなり低いと。ひょっとしてうまくいけば、プラスマイナス 1V の入力でプラスマイナス 20V、つまり 6L6 のグリッドを十分にスイングしきることができるんじゃないかなという思惑もありながら、この 6SN7 という真空管の勉強もしてみたいなということで、今回、使ってみたんですけれども、やはりですね、このマックスの性能ですかね、20という増幅率はなかなか出てきませんので、少し、高段に対するスイング力、というのドライブ力というのは足りないなという状況になりました。
ちなみにですね、この 6SL7、6SN7 どちらもですね、8本足の真空管で、9本足の真空管に類似した管があります。こちらの 6SL7 に近いものとしては、12AT7 ですね。増幅率が60ぐらいありまして、ところが内部抵抗はぐっと低い 11kΩぐらいなんですね。でこちら 6SN7 に近い数値を持つものとしては、12AU7 増幅率が20で内部抵抗が 7.7kΩ ということなので、じゃあこの9本足の12AT7 とかを使えばよかったじゃないですかというふうに皆さん思われるかもしれないんですけども、この9本足の真空管ですね、真空管の下に足だけが出ていると言ったら伝わりますでしょうかね。この8本足の真空管というのは、足だけじゃなくって真ん中に太いプラスチックのこの支柱が出ているんですね。そしてこの支柱には、1箇所出っ張りがありまして、この出っ張りのおかげで差し間違えることも決してありません。もう目をつぶっていても差し間違えることはありませんし、この太いプラスチックの支柱のおかげで抜き差しが非常にスムースでですね、例えばこの足をぐにゅっと折り曲げちゃうんじゃないかなみたいな不安感から、一切そういうのを感じないですね。解放されていて、非常に抜き差しもしやすいし、安心して使うことができるということで、私はこの8本足のがどうしても好きなんですね。この9本足の 12AT7、12AU7 などはですね、非常に性能いいんですけれども、この9本の足がむき出しで、真空管の下に出ていまして、これを刺したり抜いたりするときにどうしても足を折り曲げちゃうんじゃないかなっていう得体の知れない恐怖感みたいなものがありまして、なかなか馴染まないんで、どうしてもこの、6SL7 とかそれの類似品である、兄弟管である 6SN7 というものを使いがちなんですけども、今回やってみて分かりました。6SN7 はやはり、前段で使うには少し増幅率が低いんだなということが分かりましたと。そして、増幅率が中程度高めの管として、6SL7 今まで使ってたんですけれども、それよりも 12AT7 の方が、内部抵抗が低いということなので、これからは、少しおっかなびっくりではありますけれども、12AT7 も積極的に使っていきたいななんていうふうに考えた次第で、ここも、大変今回勉強になった一つですね。はい。でですね、この 6SL7 を使ってもちろん設計することができます。もう一回制約条件を並べますと、後段のですね反転回路と初段の電圧増幅部、コンデンサーを使わない直結にしますので、あまりプレート電圧を無尽蔵に高くしたくないということなので、80V ぐらいに抑えたいですねと。それからPK 反転回路はですね、電源電圧を大きく取らないと、B 電源を大きく取らないと、出力も大きく取れないという、制約というか、性能限界というか仕様というか、特徴がありますので、できるだけ、この反転回路の B 電源は大きく取りたいということで 270V にしたい。そして、控えめな電圧で録音された古めのレコードや CD でもしっかり、大きな音が出るように、大きな音というのは、後段の電力増幅部のグリッドがしっかりスイングできる、プラスマイナス 20V でスイングできるようにしたいというようなことが、制約条件になってきますということで設計をしてみました。はい、まずですね、電圧増幅部ですけども、さっきの 6SN7 と同じように 250V の B 電源で始めてみましたところ、1V スイングすると、135V ピークトゥピーク触れて、もうこれ非常にたっぷり余裕しゃくしゃくですねということなんですけれども、どうもですね、ちょっとロードラインが寝すぎておりまして、やはり負荷抵抗の抵抗値がですね1メガオームを超える値になってまして、もうちょっとロードラインを起こしていきたいなというふうに思いましたので、もう少しB 電源を下げていくことで、ロードラインを起こしていくことができないかということで、もう一回別の B 電源 200V にしてやってみました。そうしますと 1V 入力で振ると、出力として 130V
ピークとピークで触れますので、ここもまあ十分ですね。でその時の負荷抵抗が800キロオームということで、若干こうロードライン起き上がってきたんですけども、まあこれもちょっとまだ起きすぎるかなということで、繰り返しですけれども、もう少し B 電源下げてみるということで、最終的には 150V ぐらいで考えてみますと、その時に、入力がプラスマイナス 1V で出力 116V ピークとピーク、これでもまあ余裕たっぷりですね。そして、だいぶロードラインが起き上がってきました。負荷抵抗は469キロオーム、まあおよそ500キロオームということなので、見慣れた値になってきましたねということになりました。では、これで、初段の電圧増幅部のプレート部分 80V ということで設計できましたので、引き続き反転回路の方に移っていきますと。反転回路はですね、電源電圧 270V ということで、この広々としたところのど真ん中あたりに、バイアス値を取りたいですねということで、バイアス電圧をマイナス 1.5V というところに設定してやりますと、ガチャガチャガチャといろいろ計算しますと、バイアス値がマイナス 1.5V で、ここが 80V ですから、加速度の下は 81.5V、ここの電圧効果が 81.5V、であれば負荷抵抗の電圧効果も 81.5V、271-81.5V で、このプレート電圧は 188.5V、プレートと加速度の間は 107V ということで、107V のところで、ロードラインに当てますと、0.425mA ということで、綺麗に、ロードラインとそれから、この動作点、探すことができました。なんかこう非常にこうど真ん中を使っていて綺麗ですよね。結論として 6SL7 でも 6SL7 でもどちらでも作れるといえば作れるんですけども、 6SL7 の方が非常に作りやすいというか、すがすがしいというか、作ってて気持ちがいいですよね。ただ先ほども申しました通り 6SL7 っていうのは内部抵抗がちょっと大きいというデメリットの部分もありますので、あっさり 12AT7、9本足の真空管に乗り換えていくというのも一つの手なんじゃないかなということを今回学ぶことができました。はい、コンテンツがかなり長くなってまいりましたので、ここで一旦区切ってですね、続きは後編でご覧いただきたいと思います。